Hello，大家，美妆搭档情人第二季终于有第二集了，真的是吊足了我们的胃口，吊了很久啊！那就废话不多说，我们赶紧开看。昨日のエマのトレーニングの後からトーマの様子がちょっとおかしい。两个人都心事重重的，不知道要谁先开口。夏目さん、食べないんですか？お前こそ食べろよ。トマト残ってるぞ。はいはい、食べますって。都正在挑食哦，不喜欢吃番茄。それでは本日も笑顔でよろしくお願いします。よろしくお願いします。所以他们分店现在除了小枣之外，其他都是女员工哦。太粉了吧！本当ベースメイクが上手よね。それに色使いもとってもいいわ。哦，是这种风格妆容啦，这样看还好。姐姐，你不要再这样子面色凝重看着斗真了，我看了都压力好大。啊，你还来找他？トーマも今頃頑張ってるんだろうな。哦，你不是特别来找他的，你是正好路过。間宮君、元気そうね。原田チーフも。チーフはもう私じゃなくてあなた。そうでした。つい癖で。原来是前店长啊，我都忘了他是谁了。トレーニング部門にいるの。トレーナーとして一人前になれるよう日々勉強中。トレーナーに求められるのは人が成長することを喜べるという人柄と人望、そしてブランドへの愛情かな。哦，店长好像也找到了一个很适合他的位置哦。もしもし。ちょうど本社ミーティングの帰り道かと思って。心有灵犀。またどっかで見てるんじゃないか。今日も遅くなりそうか。ですね。夏目さん先に寝ててください。待ってるって。待ってられる方がプレッシャーになってエマのトレーニング途中で抜け出しちゃいますよ。それはダメだ。好甜哦，好关心他哦。斗真都知道要怎么劝小枣早点睡。頑張れって言って。哎呦。うん。頑張れ。ごちそうさまでした。小枣虽然担心，但还是选择相信斗真哦。研修終わるまでずっとこんな感じか。俺も俺でできることやらねえと。よーし。你的小脚步好可爱，也不用努力到这么努力吧？ただいま。哦，结果你还是在等斗真哦，给自己找事情做，等他回来，结果还是睡着了。トモもう研修？はい。せっかくのオフなんだからゆっくりすればいいのに。いや、近くまで一緒に行く。そんなに俺と一緒にいたい？いや、その。斗真也看出了这段时间他不在，小枣有点孤单哦。夏目。嗯？啊。エマさん？ちょうどよかったわ。この間話した通り、私も可能性は感じてたの。南條君から聞いたのよ。可愛げのないトーマを攻略する方法を。夏目を引き合いに出すしかないって言われたわ。でもおかげでちゃんとレールに乗ってくれた。哇塞！利用したりしてごめんなさい。実はあなたを私の後継者の一人として考えてるの。寄予厚望哎。そんな飛び級みたいなことじゃないわ。将来を有望視されてるメンバーたちの中に育成枠として加えられないかテストをしてる段階。是。例えば南條君がそのタイプね。メイクにオリジナリティを出そうとする。それ自体は別に悪いことじゃないわ。ただあくまでブランドのカラーを貫きイメージを守ること、それがトップに必要な条件。トーマより技術のある子はいくらでもいる。ただ彼は素質的に育ててみる価値がありそう。まあ後のことは直接聞いて。ここから先決めるのは本人だから。哦，所以这些话在斗真心里种下了一颗种子，他这几天一直在犹豫啊。じゃあコーヒー飲んでってね。良い休日を。
ごちそうさまでした。姐姐感觉做什么事情都游刃有余的哈，上课前还可以在这边跟小枣促膝长谈一番。だからあいつ。夏目さん。哇，你还是都在这边等他哎。这次没有睡死，他回来就行了。ちょっと話してもいいですか。终于要开口了。エマさんから聞いた。え？今朝お前を送った後ちょうど会って。なんで言うかなあの人。あの人。俺は今まで仕事も本気でやりながら夏目さんのそばに入れることだけを考えて選択してきたつもりです。嗯哼。感情と将来どっちを優先すべきかちょっと考えてて。感情と将来。对啊，讲的好像这两个是冲突的。夏目さんがいるところで日本のロミーでトップのアーティストになりたい。うん。そうするためにはエマのチームに入って学ぶ必要があると思ってて、トップチームの技術を肌で感じたら日本で同じように技術を磨くのは難しいんじゃないかって。啊。エマさんのいるパリで勉強するってこと。这就是冲突的点呐、这样就不能待在小枣身边了。どのくらい？今からは最短で2年って言われてます。俺は一緒にパリには行けない。俺にももっと BA として成長するっていう夢があるし、俺はお前が選んだことを応援する。それって遠距離ってことだよな。やっぱ無理です。あんたと離れるの干からびて死にます。很诚实啊，很好啊干から。びてって斗真很好啊，这样子坦诚面对自己，坦诚面对恋人。感情だけで考えたら夏目さんと離れるなんて考えられなくて、ただ将来のことを考えたら頭打ちになりたくない。こいつがこんな風になるなんて。当然烦恼啊。俺のこと抜きにして考えろ。俺はどこにも行かねえし、だから自分がどうしたいかで考えろ。エマさんのところで勉強したいのかしたくないのか、この2択だ。シンプルでいいだろ。夏目さん、次は俺がお前を応援する。哎呀，それだけのことだろ。小枣果然是斗真的福星呐、夏目さんってほんと強い人ですね。強くねえよ。気持ちはお前と一緒だ。お前にトップになりたいっていうかっこよすぎる夢ができたのが嬉しいんだ。小枣也坦白哦，确实离开斗真他会寂寞。初めてトーマの明確な夢を聞いた。今日で私のトレーニングは終了です。お疲れ様でした。昨日夏目さんと話した。で、夏目はなんて？艾玛姐姐其实也很想知道答案。行ってこいって。そう。じゃあパリ赴任の件正式に進めるわね。お願いします。加油啦，斗真！红毛作为朋友也替他们高兴吧。パリか。あいつと2年も遠距離なんて耐えられるんだろうか。ダメダメ、ちゃんとしなきゃ。俺だって一番のすごい BA 目指すんだ。会有这样的迷惘很正常啦。でもすごい BA ってなんだ？你也在思考你的梦想、你的前进目标了。这部剧渐入佳境了吼。我觉得负责改编的编剧可能抓到了要领了，知道自己该前进的方向是在哪里了。不仅剧中角色，编剧也是啊，知道自己要朝哪里前进了。不像第一季那样子一堆支线剧情，一下又是之前跟小枣有误会的人突然来陷害小枣，一下又有莫名其妙的油腻男来骚扰小枣。这一季这2集看下来，就是把这些杂七杂八的东西都给去掉了，去无存菁，就保留了
了他们追梦和爱情的这条主线，干干净净的叙事，漂亮。而本集呢，也终于解答了上一集艾玛姐姐到底对斗真说了什么，让她这么烦恼。果然如我所猜的啊，她想要特别训练斗真，而如果斗真要接受她的特别训练，真的就得跟小枣分开，而且一分开就是2年。除此之外，也许是因为小枣的激励，也许是艾玛姐姐一直在推斗真的关系，也让斗真终于自愿的想要在她的工作的领域有更上一层楼的追求了。上一集的她一想到特训不能跟小枣一起吃饭，就百般不情愿。现在的她会努力的思考，在感情跟工作、企业的追求上寻找平衡了。而我觉得这是一个好现象，这不代表她就不重视小枣了。反观，我觉得她开始有想要为自己努力的目标，是一件好事情。一来，现在这个年代不流行那种为了爱情抛弃一切的价值观了，大家都还是希望在爱情里2个人都能做自己。二来也是更重要的，小枣她自己本身就不是那种恋爱脑的。她虽然喜欢斗真，想要在下班之后跟他在一起相处，斗真如果不在家，她会寂寞。可是她自己也是那种有想要在事业上有再做出更好的成绩的。也就是说呢，她也不是那种100%把心力放在感情上的。而如果长期以来斗真一直都比小枣放更多心力在感情上，其实是会失衡的。所以在我看来，现在2个人都把自己的生活一半放在感情，一半放在工作，这是一件好事，这是一个比原本更平衡的状态。只是做了决定之后，不代表所有的烦恼都迎刃而解的。相对的，他们2个的远距离恋爱才正要开始，而与此同时，小枣也开始为自己的梦想、自己的目标感到迷茫了。焦虑还会持续，迷茫还会持续，烦恼还会持续，但是总归他们会一起寻找答案，就像这次一样。行，那这一集就看到这边，我们再继续来看2个人该如何携手前进。下次见，拜拜。话说这一集有一个值得一提的小细节，就是这一集的时长有26分钟，比平常稍微长了那么一点点。这个对他们来说应该是个意外吼，因为这可能代表电视台只能在更少的时间里塞广告了。会发生这样的事情，应该就是他们已经规划好了这一集就是要演到什么剧情。像以这一集来说，应该就是要在最后带出小枣开始思索自己的目标到底是什么，到底什么样才算是更好的 BA， 这个伏笔这个引子要先带出来了，这样子后面的集数后面的剧情才能衔接上来。但是呢，他们在剪辑过程中发现，哎呦，怎么超出时长了，然后再怎么拼命删减，也是没有办法把时长压缩在24分钟之内，最后就只好这样子，算是有点开天窗吧。确实我也有注意到这一集的镜头叙事真的是蛮精炼的，几乎没有废话。